イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はしがらきとむら、チームアップはとどろきくんとつゆちゃんだよ。俺に従え。レベルアップ。さて初期配置のアイテムボックス台を狙ってスタートしたが2チームと被ってしまった。仲間の方に行きたいが進行方向から別チームのしがらきが向かってくるな。ここは戦うしかない。しがらきのロールはストライクで個性技は全て地上技な代わりに非常に高い性能を誇るキャラ。その高性能ぶりはオープンベータテストの対戦環境においてトップクラスのキャラの一人であった。これまでのベータテストでも強いキャラだったのだがそれぞれでまた別のぶっ壊れたキャラがおり、それらが大きめの弱体化を食らったので相対的にトップクラスのキャラとなった。さて開幕ぶつかったしがらきとは互いにダメージの深い痛み分け状態。しかし開幕のプレイヤー同士の小競り合いは身入りも少なく長引くとその間アイテムも集められないので結構不毛。おまけに消耗したところを後から来た他のチームに持っていかれる危険も大きい。とりあえずこれ以上攻めてこられないよう牽制だけはしてここは立て直しを優先しよう。しがらきの最大の特徴は何といってもガードやカウンターを貫きそれぞれ秀でた特性を持った個性技の数々。通常攻撃も威力、速度、踏み込みいずれも高水準。さらには崩れかかった建物やひびの入った壁などの破壊可能オブジェクトを少ない攻撃回数で壊せる特性もある。建物を破壊すると中から市民が出てきて全体回復アイテムや復活カードを入手できるのでアイテム集めにも有用。個性技の方はアルファ技が一直線に崩壊を伝播させて遠距離攻撃を行うアースクラック。瞬間火力に優れるほかその場に攻撃判定が少し残るため、動き回る敵にも有効な主力技その1。空中で使用した場合は後ろに宙返りしながら着地して攻撃を行う。ベータ技は自身を中心に崩壊を伝播させ範囲攻撃をするグラウンドディストラクション。レベルアップごとに範囲がどんどん上昇していき高レベルになると凄まじい制圧能力を誇る主力技その2。そしてこの個性技の最も強いポイントは連続ヒット中ひるんでいる相手はその間個性技を使用できないこと。なので相手は距離を取るしかなくその間に追撃することでさらなるダメージを期待できる。空中で使用した場合は入力方向に大きく飛び込みながら着地して発動するので奇襲や先制攻撃に有効。アルファ技ベータ技はどちらも早くレベルを上げて運用したい個性技だが、どちらを優先的に上げるかはプレイスタイルによって分かれるところ。ガンマ技は突進を行いヒットした相手を掴んで体力に直接ダメージを与えるグリッチエリア。発生に優れ空振りした時の後隙も少ないため移動技としても有用。また他の個性技からキャンセルして出せるため、ベータ技の硬直をキャンセルして即時移動と攻撃に移行させるといった使い方もできる。といった具合にダメージを狙うというより移動や近接戦闘の補助に使うといった面で役立つ個性技だ。さて先ほどから戦っているのはオールマイト、お茶子、つゆちゃんのチーム。ひとまずはダメージ状況を把握できているオールマイトをマークしよう。オールマイトは射撃の火力が高く放置しておくと危険な相手だ。ここはちょっと地形が良くないな。アルファ技は強力だがちょっとした障害物で止まってしまうため完全に開けた場所でなくては本領を発揮できない。オールマイトが蘇生をしていて絶好のチャンスだったのにアルファ技がリロード中だった。今のはジャンプしてベータ技で一気に飛び込むべきだったな。しかし今度は捉えたぞ。一気にとどめだ。お前が嫌いだ。イニッシュや味方に使う特殊アクションなどは特定の組み合わせで固有のセリフに変化するのがこのゲームの好きなポイントの一つ。今のしがらきのオールマイトに対するお前が嫌いだもその一つ。さてさっき味方のとどろきくんが一人倒している声が聞こえたので残る相手はあのお茶子一人だな。倒れた味方のバッジを拾って逃げるつもりのようだがそうはいかない。オットプルスウルトラを使ったのはいいが体力は限界だったようだな。しがらきはアルファ技の少しだけその場に残る特性を利用し、移動先に置いて相手の逃げ場を塞ぐこともできる。おっとこちら側の光線を見て新手のチームが来たな。しかし地上戦ならばこの距離は十分しがらきの射程内。まずは先制攻撃で敵のつゆちゃんとトガちゃんにダメージ。ここでどちらを狙うかだがやはりつゆちゃんの方を狙いに行きたい。つゆちゃんは高い機動力でほとんど常に飛び回れるため捉えるのが難しく、おまけに中距離から一瞬で蘇生できる救助技もあるため放っておくと何かと厄介。と思ったが向こう側にも別のチームがいるので話は変わる。ここは味方との団体行動を意識して孤立するのを避けよう。よしとガちゃんは味方がやっつけてくれたな。
向こう側にいる他のチームとの戦闘にも備えていこう。他のストライクのキャラと比べると死柄木の強みは地上ならばどの距離でも火力を発揮できる戦闘力の高さ。空中戦はできず高低差の激しい地形でも本領が発揮しづらいのだが、逆を言えばそれ以外の場面での戦闘力はトップクラス。地上技しか持たないという制約と引き換えに得た火力と制圧力でストライクの中でも頭一つ以上抜けたキャラとなっている。弱点としては空中機動の技がなく移動に使えるものも地上を走るガンマ技のみなので後手に回ると立て直しが難しいこと。なので常に先手を取れるよう立ち回りを意識し、攻撃は最大の防御時で行くことこそ死柄木の戦い方だろう。先ほど先制攻撃で削った相手の死柄木を猛追中。相手のつゆちゃんに瞬間蘇生されたが、連続蘇生はできないためサイドダウンを奪ってしまえば関係ない。乱戦中でフィニッシュに行けない場面でも、少し削ってベータ技を置いておけば勝手に KO まで持っていけるのも死柄木の強み。さて相手のつゆちゃんもシールドがないようなのでこのまま仕留めたい。よしとどろきくんがダウンを取ってくれたな。今度はお茶子が乱入してきたか。フィニッシュの邪魔をしたいようだがそれなら直接攻撃で決めるだけだ。アイテムを取りに行きたいのに氷の壁から出られない。とどろきくんの氷の壁は内側の微妙な隙間から出られるので中央ちょい横あたりをジャンプで抜けよう。さっきのお茶子もつゆちゃんが撃破してくれたのでようやく一息つけそうだ。さてレベルアップは十分なのだが連戦続きでこちらの物資が尽きてきた。特にシールドが尽きているのがまずい。こういう時味方にアイテムが余っていないか聞いて分けてもらうのがいいのだが、当時の私はその操作方法が分かっていない。こういった場合は十字キー上長押しでアイテムショートカットを開き、持っていないアイテムに合わせて特定のボタンを押すと味方にアイテムの要請ができる。他にも用途別の意思疎通手段が結構あり、ボイスチャットがなくても様々な連携が取れる。ただできることが多い分最初は持て余してしまうのだが、しっかり機能を覚えれば連携の幅をもっと広げることができる。さて消耗していたチームを撃破してさらに物資ゲット。不足していたシールドも確保できたしこれで後半は万全の状態で戦えるな。さて残りのチームはどこ？死柄木が突っ込んできた。ベータ技で一気に仕掛けに来たようだがこちらも重ねさせてもらったので相手はただでは済まない。よし向こうはまともに食らったようだな。残りチーム数は5、しかし残り人数表記が消えたので数は10以下。フルメンバーの我々を除くと4チームで7人以下ということになるので他のチームの戦力は残り少ない。しかし油断はせずに前線の味方を全体回復で補助しながら後半戦に備えよう。よしつゆちゃんが死柄木を仕留めてくれたぞ。まずは単独の死柄木を倒して敵残り3チーム。さてどこから残りのチームが出てきてもおかしくないがこちらの体制は万全だ。トガちゃんとコンプレスのチームが見えるな。味方と連携して一気に攻めていこう。この入り組んだ地形ではアルファ技が通らないがそんな時は遮蔽物を活用しながら接近してベータ技だ。コンプレス自慢の射撃カウンターも死柄木には無力で接近戦になればなおのこと有利。味方を射撃で狙わせないことはもちろん、逃げられる前に一気に攻めて仕留めよう。すごく見づらいがこのチームにも死柄木がいたようだ。しかしフィニッシュは置きベータ技で問題なし。ついでにシールドを回復だ。あの敵死柄木も防御モーションを取っていないのでシールドがなく体力も残りわずか。とどろきくんがしっかり撃破してくれました。そしてトガちゃんもエリア外でダウンしたのかそのまま脱落して残り敵チームは2だ。今のチームがフルメンバーで他に動き回っているプレイヤーがいないところを見るに、おそらく残りの戦力は少ない。隠れて不意打ちを狙っている者もいるが本格的に攻めてくるならこちらの人数差でねじ伏せられる。つゆちゃんが壁の向こうで一人見つけたようなので援護をしよう。死柄木のベータ技はこのように壁にも伝播し、もちろんその部分にもダメージ判定が発生する。なのでアルファ技の通らない地形であってもレベルを上げて範囲を広げたベータ技を使うことで、今度はその動きにくい地形が味方となってくれる形になる。よし壁の向こうにいたつゆちゃんがたまらず飛び出してきたぞ。しかしダメージを受けているのは分かっているしアルファ技で迎撃すれば問題ない。さあ残り1チーム。倒壊したビルの上からまたつゆちゃん。おそらく最後の一人だろう。しかし最後の最後まで気は抜かない。シールドがなくなったらきっちり回復してから攻撃再開だ。このゲームにおいてつゆちゃんや飯田くんのような動きが速く、近接戦闘に強いキャラは普通のキャラでは狙いがつけづらく対抗が難しい。そんな中死柄木は攻撃判定が残るアルファ技での偏差打ち、接近されてもベータ技で攻撃権自衛と何かと対抗手段があるのも強い。
さあ転倒させたらベータ技置き攻めでフィニッシュだ。全部壊そう。というわけで死柄木弔でした。防御不能の圧倒的火力で全てを崩壊させる地上戦特化アタッカー。空中戦以外の分野で高い水準を誇り、扱い次第でどこまでも戦果を伸ばせるキャラだよ。それではご視聴ありがとうございました。